こんにちは、のんびりゲーム制作です。このチャンネルは個人でのんびり作っているゲームの進捗を紹介しています。今回はダンジョンジェネレーターに追加した機能を紹介します。ダンジョンジェネレーターは、アンリアルエンジン5で動作するプラグインで、パラメータとパーツのメッシュだけでダンジョンを自動生成します。FAB で販売していますが、無料トライアル版も配布中です。リンクは概要欄にあるので、よかったら試してみてね。ところで、どんな機能を追加したの？一つは敵や鍵のスポーンを BP なしでできるようにしました。確かにさっと見たいなら、BP ですら作りたくない時あるわね。他には？部屋の中に柱を生成するようにしました。部屋にスロープを生成するオプション配前からあったけど、あんな感じ？はい、あんな感じです。試しに作ってみたら、予想外に面白かったです。それは楽しみね。これまでは DUNGEONROOMSENSOR に敵や鍵のスポーンを BP で作る必要がありましたが、初めて使う時とか、意外と手間に感じるのよね。そうなんです。多くの方々から同じような意見をいただきました。皆さんも同じなのね。ところで、設定方法は？これまでスポーンしていた部分を無効にします。これで BP によるスポーンはなくなりました。まずはプロパティのヘルパーを開きます。次にスポーンアクターインルームを開きます。スポーンしたいアクターを登録します。配列を追加して複数のアクターを登録した場合は抽選しながらスポーンします。鍵のアクターを指定すると、ミッショングラフが有効な時にスポーンします。鍵の取得や鍵の使用は BP による制御が必要です。鍵は敵がドロップしたり、宝箱から取ったり、いろいろな入手方法が考えられるからね。画面の変化がなくてわかりにくいですが、設定したパラメータによるスポーンができました。複雑な条件でスポーンする場合は、今まで通り BP を使ってください。次に部屋の地形を変える機能の説明です。ダンジョンジェネレートパラメータのこの部分が増えたのよね。パラメータを有効にしない場合は、四角い地形の部屋を生成します。広い、というか何もない印象ね。次に部屋の中にスロープを生成します。部屋の中にスロープができたわね。立体感があるのと、スロープで戦いの優劣が作れそう。あと、通路の接続がしやすいというプログラム的なメリットもあります。そして、新しく追加した、部屋の中の柱の生成。ビルなど大きな建物だと部屋の中に大きな柱があるよね。構造柱と呼ぶらしい。部屋の壁がまっすぐじゃないね。ここは少しわかりにくいけど、壁にくぼみができてるね。部屋の中央に柱は作られるの？作られます。部屋の広さから影響を受けますが、抽選方法はランダムです。この部屋は中心に柱が生成されてるわね。サブレベルを展開した部分には、壁を生成しません。あと、スロープもね。四角い形の部屋に比べて狭く感じるわね。戦闘するには狭く感じます。部屋の狭さで武器を切り替える遊びとか作れそうね。くぼんだ部分が検出できれば、回復アイテムをそっと隠しておくとかできそう。それは良いね。そういえば、このサンプルゲームのソースコードは配布しているのよね。はい、GITHUB で配布しています。リンクを概要欄に記載していますので、もしよかったらダウンロードしてください。実行ファイルの配布はまだですが、頑張って準備しているのでお待ちください。でもなぁ。でも？実装サンプルとして全てを公開しているので制約が多いんです。というと？サンプルなのでファイルが大きすぎると使いにくいし、再配布になるので、フリー素材などでも権利の問題が起きそう。なので、遊べそうだけど、あまり遊べない。
ゲームとして実行ファイルを配布するには微妙。そうなんです。まあ、ローグライクゲームを作ってみたいという人には届きそうだし、ダメ元でやってみたら良いんじゃない？そうですね。ちなみに、欲しいアセットって何？ホリッジの仕組みがあるのですが、サンプルデータがありません。膝下くらいの高さの雑草のようなメッシュが欲しいです。確かに、ホリッジ機能があることを忘れちゃうね。ところで、今後の予定は？現状が寂しいので何かできないかという意見が多いので、考え始めています。シャンデリアとか欲しくなるわね。あと、ドキュメントの整備。ああ、この件に関しては本当にごめんなさい。なるべく早く整備します。今後も動画の更新は不規則だと思うので、もしも気に入っていただけたら、チャンネル登録をお願いいたします。